皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらネイチャーリパブリックのグリーンダーママイルドシカセラムカバークッション02番ナチュラルベージュ SPF50 プラス PA3 プラスをご紹介していきます。でこちら販売サイトでは滑らかに密着してサラサラになるクッションでマスクにつかないっていうのと、ツボ臭エキスや歯科ケア成分配合っていう風に書いてありました。ちょっと画面越しでは伝わらないだろうなっていう風に思うんですが、本当に小さい切れ込みが入っているので均一にカバーできるっていう風に書いてありました。若干こう広げればわかるかなぐらいの小さい切れ込みが入っています。で色が2色展開で、私は暗い方の02番ナチュラルベージュを選んだんですが、それでも若干明るいなっていう感じがしたので、今後色展開が増えていくといいなっていう風に思っています。ということで塗っているところからご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。でこのクッションなんですけど、結構量がたくさんつくので量の調節難しいかなっていう感じはするんですが、この蓋がですねザラザラしている感じの蓋なので、ここで調節して塗っていきたいと思います。はい、ということでまずは左だけ塗っていくのでアップでお見せしていきます。このクッションはマットな仕上がりでホワイト感が強かったので、カバー力的には少し低いかなっていうのと、画面越しだとちょっと伝わらないかもしれないんですけど、私自身黄身の強い肌なので首と比べると少し浮いているっていう印象はありました。なので他のクッションファンデーションだと黄身が強いって感じられている方にはいいカラーなのかなと思います。一応今までご紹介したクッションファンデーションと比較した写真も載せておきたいと思います。あと匂いなんですが、ティルティルのクッションファンデーションと同じ匂いがして、パウダリーフローラルの香りがするんですけれども、私の嗅覚だと塗ってしまえば全然気にならなかったです。はい、塗り終わりました。おでこはこんな感じです。頬と鼻の毛穴落ちはなかったんですが、毛穴を隠すのは少し大変だったので、毛穴カバー力はそこまで高いわけではないのかなっていう感じがします。それで反対側にも塗っていきます。結構マットな感じが伝わりますでしょうか。ポンポン塗るだけでは毛穴が隠れないので、少し滑らせて塗っていきました。今回片側にパウダーをするのを忘れてしまったので、パウダーなしで経過を見ていきたいと思います。はい、塗り終わったのでアップでお見せしていきます。おでこも若干毛穴が目立っているところはあるんですけれども、黒ずみなどはだいたい隠れたかなっていう感じです。鼻と頬は先ほどもお伝えしたように毛穴が見えているところはありました。あと個人的に昔のクッションの色味っていう感じがして明るめなので、赤みのカバー力もそこまで高くないかなと思います。はい、ということで7時間検証していきたいと思います。こちら3時間後の動画です。この日は保湿を軽めにしたんですけど、逆に乾燥してしまったのか皮脂が出てくるのが早かったかなと思います。こちら5時間後の動画でより皮脂が出てきているんですけれども、特に鼻の皮脂が目立ってきているかなと思います。乾燥している顎の部分はひび割れるかなと思ったんですが、1日を通してひび割れることもなく綺麗な状態が保てていました。こちら7時間後の動画でテカリがひどくなってきていました。塗った直後と比べてファンデーションが取れてきているような感じと、テカリや崩れもありました。あと次の日なんですけど、もしかしたら私の肌の調子が悪かっただけかもしれないんですが、小さいニキビがポツポツできてしまったっていうのもあって、私の肌には合っていないのかなと思いました。それではマスクを4時間ほど着用した日の動画をご覧ください。で日焼け止めなんですが、アネッサーパーフェクト UV マイルドミルク N SPF50 プラス PA4 プラスを使っていきます。最近購入した敏感肌用の日焼け止めで、アルコールだったりパラベンその他もろもろ不使用だったので購入したんですが、紫外線吸収剤配合だったので、今は紫外線散乱剤のもので良さそうな日焼け止めを購入したいなと思っています。ただ紫外線吸収剤も散乱剤と比べると紫外線カット率が高かったり白浮きしづらいっていうのと、あと使ってみた感じでは特に肌に刺激があったわけではないので、日に当たる時間が長い時に使おうかなと思っています。使い心地は本当に少しなんですけど、オイルっぽい感じはあるので、ティッシュオフしてからクッションファンデーションを塗っていきます。
クッションを塗り終えたので、イニスフリーのノースバメブラーパウダーを使っていきます。マスクをつけるので一応つけておこうっていうのと、あと顔だけ白くなっていたので色味をもう少しナチュラルにしたいと思ってベージュカラーのパウダーを塗ったんですが、クッションファンデーションが結構マットなので仕上がりはザ・マットっていう感じになりました。こちら6時間後の動画でマスクは4時間ほどつけていました。日が当たってオレンジ感が強くなってしまっているので分かりづらいかもしれないんですけど、普通に崩れたなっていう印象です。毎回同じような感想をお伝えしているんですが、鼻と頬の毛穴落ちだったり少しファンデーションが剥がれている部分もありました。でこちらの商品を使った感想なんですけれども、長所としてはツボ臭い皮脂や歯科ケア成分などが入っているので、ファンデーションをつけつつも肌のケアをできるところかなと思います。あとは私が使ってきたクッションファンデーションの中ではダントツマットだったので、マットのファンデーションが好きな方におすすめです。ただマットだからこそっていうのもあるんですが、毛穴がちょっと隠しきれなかったり、あと経過を見てみると混合肌の私は逆に皮脂が出てきやすくてテカるので、崩れやすいファンデーションではあるかなと思います。翌日の私の肌の状態がそこまで良くなかったのを考えると、私の肌には合っていなさそうなので、これから出番多くないかなっていう感じです。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。